グータラズです。今日はね、ヨッピーが乗る予定の GTO、燃料ポンプ交換しようと思って、放置車両だったんで、タンクの中どうなってるのかなと思って、錆びてんのかなーって嫌な感じしつつ、だったらもうポンプも変えちゃおうってことで、変えちゃいます。今ね、外してんだけどね、フレアナットレンチじゃないと外せねえってことで買ってきます。で買ってきてね、買ったラインが硬かったです。めっちゃ硬い。でこれ取ってないんですけど、燃料ラインこれね外さないと取れないんですよね。取り付けの時にちょっと説明します。でね、これアットナーなんですけど、燃料ポンプがね売ってなかったんだよね。そうでもね、上げてみたらめっちゃ綺麗だった。タンクのね錆もなかったんだよね。すごい綺麗でした。で燃料ポンプ、買った燃料ポンプの話に戻るんですけど、もうねあれしかなかった。大容量しかなかったターボ用のツインターボ用の燃料ポンプも全部大容量で、うわーと思って、いいんじゃねえと思って、大容量つけちゃえばと思って、電圧上がって調子よくなんじゃねって思ってさ、大容量つけちゃいました。買っちゃいました。たらね、大容量だからでかいんだよね。サイズがね、やっぱ純正は小さかったからさ、こっからまた問題ですわ。そのブラケットにつかねえの。比べる動画なかったんですけど、でかいからブラケットにつかないし、ちょこっとプラスチックのとこ削って、この強化ポンプに付属されてたこのゴムの筒みたいなやつ、それ使いました。これでいいんじゃねみたいなやつさ。無理やりですけど、無理やり止めてます。でね、ストレーナーのとこ干渉するんで、ここのゴムちょっと切ってあげて、ストレーナーも新品が付属されてました。この辺は形が一緒でしたね。この辺ってみんな一緒なのかな。でね、新しいストレーナーもつけてあげます。でかくてもいいんじゃないとなって、どうせリターンされるだけでしょと思って。その分電圧が上がるから、パワーもちょっと上がんじゃねって期待してるんですけどね。無駄に電気ここで食ってますよ。でね、どうにかこうにか固定もされました。こんぐらいやっとけば動かないんじゃないってなって。なんとかその純正のブラケットも利用してビスで止まってるんで大丈夫だと思います。あとは戻してあげましょう。最初なんかね、入りづれえなと思って、一回入れたんだけど、うまくはまんないんだよね。なんてことはない。最初にガスケットつけた方がいいみたい。これ先につけるんだねと思って。ガスケットをポンプにつけてあげましょう。ガスケットにポッチがついてんだよね。それがポンプにうまくピッてはまんないと、つかねえみたいな。グラグラする。なんでそのポッチもね、ちゃんとキュッてつけてあげて、このポッチがね、うまい具合にはまるようになってんだよね。これもきっと新品に交換した方がいいんだろうけど、新品多分ねえんじゃねえと思って。あんのかな、もうねえかもしんねえと思ってさ、使えそうだしいいやと思って再利用します。本当は新品の方がいいんだろうね。この辺もその辺注文するのもね、ないかもしんねえから、この車でね、
ナットでちゃんと固定してくださいね。これになるともうバッチリつきます。やっぱガスケット先につけるんだと思って。でね、この燃料ライン、短い燃料ラインがあるんですけど、これを外さないとこの車外れません、ポンプが。でこの上のところと、あと下にもね閉めるとこがあって、その両方を外さないとポンプが取れないんだよね。ちょっとそこがめんどくさいな。なので下に潜ります。下に潜ってつけます。で次はね、緊張の試運転ですよ。で上も下も漏れがなかったです。逆にね、強化ポンプだからなんかめっちゃ調子良さそうなんですよね。ほんと調子良さそう。こんなぐらい調子いいのも感じたことないぐらい調子いいんだよね。やっぱ燃圧上がるって上がってんのかな。走る前まだ走れないけどね、走るときに行きたいです。すげえいい感じにつきました。燃料ポンプバッチリだったんで、次は俺が隠してた US テール、今も US テールになってるんですよ。ウインカーのとこ赤だったりとかっていうのがUS テールなんですけど、このガーニッシュ、リアのガーニッシュの部分、この GTO は中期なんですけど、それを前期用の US にします。中期から前期、そうちょっと下がってんじゃんと思うけど、前期用のこういう感じなんだよね。しかも US は三菱ってなってんだけど、日本は GTO って書いてんだよ。これが US と日本仕様の違いなんだよね。でこっちの方がかっこいい。前期の方がかっこいいんだよねって俺が思ってる。中期とかになるとね、この車 US だと 3000GT なんですけど、ただステッカーで 3000GT って書いてるだけなんだよね。だからこれがね、前期用でね US の中にかっこいいんだよなと思って。前期用どうです？かっこいい。ちょっとなんかエクリっぽくなったよね。かっこいいな。これまた俺の秘蔵っ子だったんですけどね、よっぴが乗るっていうんでつけちゃいました。でテールもね交換したことで、あとは待った時間、また配線処理です。ひたすらの配線処理。もうだいぶ取れたんですけどね、あとはちょこちょこっと外せるもん外してって感じですかね。もうだいぶ配線も終わったんで、いよいよ車検に近づいてきました。これこの間撮ったやつだね。早く乗れるといいんですけどね。目標は今月中に車検を取りたいな。取れるかな。ということでね、本日の作業も終了です。もう間もなくだね、車検取れるのは。あとはいろいろね、HID だとかはこれ3万ケルビンついてるんで、それも変えないと多分通らないでしょ。この辺の補給類だね、変えてって、で車検に挑みます。この車 GTO の中期って呼ばれてるやつなんですけど、実は GTO 中期、前期、中期、後期って3種類って言われてるんですけど、実は4種類なんですよね。
前期、中期、後期、最終期って呼ばれててね、中期って呼ばれてるやつはこれ2種類あるんだよね。その中期の前のやつだね、この方は。前のやつっていうか、まあね、ヘッドライトとバンパーがちょっと違うんですよね。それぐらい。あとはね、ベースはみんな一緒なんですよね。なかなか簡単で面白い車です。簡単というか、いじるのはね、めんどくさいですけど、パーツがね、全部共通のやつが結構使えるんで、その辺はいいんですけどね。なんせ全体的にパーツが少ない。それをね、いい具合に配送感に仕上げていこうと思っております。本日もね、ご視聴ありがとうございました。次もまたいろんな動画上げていきますので、よろしくお願いします。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もありがとうございました。